おはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。念の使い手から身を守る方法は一つだけ。自分も念の使い手になること。これが念。誰もが本当は内に秘めている力。この力を目覚めさせる方法は2つ。ゆっくり起こすか無理やり起こすか。ちなみに厨子はゆっくり起こしました。彼は飲み込みが早く努力を惜しまなかったのですごいスピードで天をマスターしました。約半年です。それじゃあダメだ。試合の登録時間に間に合わない。俺たちは0時までに天を覚えて密かの念の壁を突破したいんだ。ならば無理やり起こすしかない。それなら間に合うんだな。君たちが天を会得できるかどうかにかかっています。これから君たちに私のオーラを送ります。ハツと呼ばれる先ほどのようなものです。もちろん手加減はしますが荒っぽい方法であることに変わりはない。オーラを一気に送って君たちの体内の証拠をこじ開けます。証拠？壺みたいなもんか。そう、オーラの通る穴、経絡点。体中にいくつもある証拠は通常閉じておりオーラがうまく巡っていません。それにカツを入れてこじ開け滞っているオーラを噴出させます。本来なら瞑想や禅などを取り入れじっくり時間をかけて開くのですが、天性の才を持った厨子が3ヶ月かかったところを君たちなら1週間、あるいはもっと早く目覚めるかもしれない。それだけに残念です。不本意な方法しか取れないこの状況がね。わからないね。無理やりだろうがより早く目覚める方がいいに決まってるじゃん。これは下法と呼ばれる裏技です。未熟なもの、悪意のある者が行えば死ぬことだってある。だけどウィングさんは未熟でもないし悪意もないでしょ。聞きたいな。なぜ今になって本当のことを教える気になったのか。あのクラスにいるのは全員念の使い手なんです。何も知らぬまま行けば必ず手ひどい洗礼を受けます。すなわち念による攻撃、それも死んでも構わないという悪意に満ちたものです。その攻撃に耐え生き残った者のみがあそこに住んでいます。選ばれた者として。しかしその代償は大きい。だから先に知っておいてほしかった。いろいろともったいをつけて脅かしもしましたが、この方法で確実に目覚めるでしょう。少なくとも君たちにはそれだけの素質がある。資格も。君たちの練、見事でした。上着を脱いで背中を向けてください。すごく熱い。ウィングさんは触ってないのにぐんと押されてるような気がする。この感じ、見えないブヨブヨが皮一枚隔てたところでまとわりついているような。この肌触りを何億倍も嫌な感じにすると兄貴の念になるのか。いきますよ。今全身の証拠は開かれました。オーラが目に見えるでしょう。湯気だ。夜間から出る蒸気そっくりだ。全身から思いっきりほとばしってるけど、これってやばくね？このままの勢いでオーラを出し尽くせば全身疲労で立つこともできなくなりますよ。やっぱりいいですか。オーラを体に留めようと念じながら構えてください。目を閉じて自分のイメージしやすいポーズで、そしてオーラが血液のように全身を巡っているよう想像してください。頭のてっぺんから右の肩、手、足を通り、そして左側へ。
そしてその流れを次第にゆっくりと体の周りで揺らいでいるイメージを思い浮かべるのです。なんて子供たちだ。自然体が最も天に適していることを教えられずに理解し、一度のアドバイスでマスターするとは。ゆっくり目を開けて。どんな感じですか？ぬるい粘液の中にいるみたい。重さのない服を着ているような。そのイメージを常に持ち続けてください。慣れれば寝ていても天が使えるようになります。では今度は敵意を持って君たちに念を飛ばします。さっきまでの君たちなら今この場にいるだけで辛かったはず。ああ、あんたの極寒の中裸でって例えた意味がよくわかる。無事防げれば彼の壁も破れるでしょう。行きます。200回クラスへようこそ。洗礼は受けずに済みそうだね。君がここに来た理由は想像できる。ここで鍛えてから僕と戦うつもりだったんだろう。そっちから現れるとは思わなかったよ。手間が省けた。天を覚えたくらいでいい気になるなよ。念は奥が深い。はっきり言って今の君と戦う気は全くない。だがこのクラスで一度でも勝つことができたら相手になろう。行こう。ああ、念というものはこんなにたやすく習得できるものなのか。いや、あの子らが特別なのだ。それは素晴らしいことではあるが、私には何か恐ろしい。新入りか。彼ら使えるみたいだね。ようこそ200回クラスへ。こちらに登録の署名をお願いします。はい。早速参戦の申し込みもなさいますか？え？このクラスには90日間の戦闘準備期間があって、その間でご希望の日に戦っていただけるシステムなのです。もちろん毎日でも結構ですし、期間内ギリギリまで戦わなくても問題ありません。一度戦闘を行えばまた90日の準備期間が与えられます。ただし期間内に戦闘が行われませんと即失格となり、登録が抹消されてしまいますのでご注意ください。一度ってことはこのクラスは何回も戦うの？このクラスをクリアするには10勝が必要となります。しかしその前に4敗してしまいますとこれまた失格。そして晴れて10勝しますとフロアマスターに挑戦することができます。フロアマスタフロアマスターとは21名の最高位闘士のこと。230回から250回までの各フロアをそれぞれたった一人の闘士が占有しています。もうお分かりですね。フロアマスターに挑戦して勝てばその瞬間からあなたがその階の支配者、すなわちフロアマスターになれるのです。そんだけ？もちろん違いますとも、フロアマスターになればなんと2年に一度最上階で開かれる格闘技の祭典バトルオリンピアに出場する権利が与えられるのです。すごい。無反応。そんなことよりさ、最上階には他になんかないの？そんなこと？バトルオリンピアで優勝すれば最上階が自分の家になるのよ。世界で最も高い指定と呼ばれ、とっても名誉なことなの。高さ約 1000m のペンタハウスよ。すっごーい。キルアンチの方が高くない？うん、俺んち標高 3700m だもん。どうする？俺秘密分かったし、もう最上階まで行かなくてもいいや。とりあえず俺もここで密かと戦えればそれでいい。あのね、副賞としてお宝もたくさんもらえるのよ。お宝も懲りたしな。いらないよね。あんたたち一体何しに来たの？じゃあお前はここで一生しなきゃ。でもメガネ兄さんに注意されたし、すぐには参加しないだろ？うん、やる。
今までの相手とどれだけ違うのか早く知りたいんだ。それには試合をやってみるのが一番だからね。じゃあこちらの申し込み用紙にもお書きください。なんかよ。いいや、俺たちも申し込みをしたいから並んでいるだけさ。ゴン、こいつらお前と同じ日に戦いたいらしいぜ。俺いつでも OK です。だってさ。元気がいい坊やだな。これがお二人のお部屋のキーです。あの3人200回クラスの闘士なんだ。ああ、きっと新入り狙い専門で楽に勝ち星を稼ごうって連中だよ。はあ、豪華な部屋だね。さすが200回クラスは違うね。おいゴン、戦闘日決定。3月11日午後3時スタート。はいや、11日っつったら明日じゃねえか。多分明日は勝てない。でもいいんだ。早く実感してみたいんだ。この力でどんなことができるのか。さあ、今日は注目の一戦です。破竹の勢いで勝ち上がってまいりましたゴン選手が早くも登場。対するギド選手はここまで5戦して4勝1敗と好成績を残しています。いいですか、ゴン君、キルア君。天によって防御力が上がると言っても、殴られれば痛いし怪我もします。相手がはるかに強い念の使い手ならば、君たちの天を軽々と突き破って致命傷を与えることが可能です。ですから戦うのは2ヶ月我慢してください。その間にできる限りのことは教えましょう。ごめんウィングさん、どうしても今戦ってみたいんだ。ゴンさん、ファイトーっす。始め。もう初戦が俺でよかったな。俺は非力だから死ぬことはなかろう。出ました、ギド選手の武闘駒。10個の駒を自在に操り敵を攻撃するという彼独自のスタイルです。行くぞ、戦いに追われず戦闘へ向かく。クレーンヒット。非力だなんてとんでもない。あんな小さなコマなのにハンマーでぶん殴られたような衝撃だぞ。念を込められた駒は何時間でも回り続けお前を襲う。複雑に巻いてる駒の動きは俺でも予測不能。コマの動きを見切るんだ。よし、これでクレーンヒット。またしても背後から駒が直撃。四方八方から攻めてくる武闘駒にゴン選手初めて味わう大ピンチ。ゴン、クレーン&ダウンポイント2。ギド選手、早くも合計4ポイント獲得。ゴン選手やばい。やれるか。もちろん。数が多すぎてコマの動きを見切れない。どうする。武闘駒すごいっす。師範代、あれも念を使っているんすか。ええ、あれはハツの一種。物質にオーラを送り込んでいるのです。念のパワーを使うと、その物質が本来持つ働きや動きをより強力にできるのです。じゃあ念ってガソリンや電池みたいにパワーの源にもなるんすね。あの小さなコマなら、ある程度の念の使い手であれば数時間ぐらい回し続けるのは比較的簡単です。しかしあのギドはそれに加えて別の強力な念をコマに送り込んだはず。別の念っすか。ただコマを回すだけの念ではあれほどの攻撃力を持たせることはできないからです。そしてそれができるのは
彼が駒に対して強い思い入れを持っているから。波長の合うものに対して物はより強い働きで応えてくれるものなのです。目で全部を追おうとしてもダメだ。気配で感じ取らなきゃ。駒には念が込められている。その気配を、動きを感じ取るんだ。わかる。やばい、天が消えかかってる。直撃。たまらず場外エスケープ。手が弾き出された。ゴン選手なすすべなし。これでポイントは 6-0 とギド選手が圧倒。さあ後がなくなってきたぞ、ゴン選手。ダメだ。気配を読むのに集中すると自分の天がおろそかになって溶けてしまう。弾かれて駒が外に。でも俺を襲ってくるわけじゃない。どうした？試合続行するかね、それとも。ちょっと黙ってて、今考えてるから。カウント10以内に戻らなければ負けとするよ。ワン。あれ、駒の念にはそれほど嫌な感じがしない。ツー。他の駒は点でバラバラに動いてる。スリー。ところどころでぶつかり合って。もしかして駒は俺だけを狙って襲ってくるわけじゃないのかな。フォー。おじさんはなんで場外にいるの？リングにいたら私まで攻撃されるからだ。はい。やっぱりこれは駒相撲と同じなんだ。師範代、別の念ってなんすか？複雑な機械でも生き物でもないただの駒に高度な命令を与えるのは不可能です。おそらくギドが命じたのは邪魔者を弾き飛ばせ。もちろん駒が邪魔者を認識できるわけではなく、リング内で偶然ぶつかったものを弾き飛ばすだけ。俺だけめがけてくるわけじゃないなら、駒自体をそんなに怖がることはない。駒よりも本人を攻撃だ。さあ、無駄だね。出た！ギド選手攻防一体の必殺奥義、竜巻駒。ゴン選手に強烈なカウンター。スリーポイント。ジャッジはクリティカルとダウンを宣言。これでとうとう9ポイント。これで本当の崖っぷち。自ら駒とかし身を守りながら攻撃は武闘駒に任せる。地味だが確実にポイントを稼げる戦い方ってやつ。ゴン、攻撃しないでほっとけ。そのうちそいつ目を回すぞ。素人考えだなこそ。訓練次第でそんな問題は解決できるのさ。考えてもみろ、一流のアイススケーターだ。誰だよてめえは。どうしたらいい？他に今の俺に何ができる？師範代。倒す方法はいくつかあります。理論上はね。しかしゴン君はまだ練を覚えていない。どれだけ早く大量のオーラを生み出し、それを効果的に攻撃力に変えて相手にぶつけるか。それを体得するには果てない修行とより多くの実践を積むしかない。ギドと戦うのは5年早い。彼もそれを痛感しているはず。どうすればもっと戦っていられる？あとワンポイント取られたら終わり。でもまだ戦っていたい。今の俺にできること、それはゴン、天を解いた。なんて無茶なことを。それにただ解いただけじゃない。師範代、あれは絶です。絶って、それはヤバいっす。自らの気配を断つ技、証拠が閉じてオーラも完全に消えるっす。でもリング上で気配を消しても意味ないっす。何より相手の念に対する防御力が完全になくなるっす。なんでゴンさんに絶を教えたんすか、師範代。絶は教えていない。
私以外の誰かから、いやおそらく動物が獲物を捕らえるために自然と身につけるように、そういう暮らしをしてきたのか。あの子はすごい資質を持っているわけだ。だがなぜ今この状況で。バッカ野郎、ウィングが言ってただろ。念の攻撃を無防備で受けちまったら生身の体はひとたまりもないんだぞ。分かってる。でも複雑なコマの動きを気配だけを頼りに感じ取るためには全神経を集中させなきゃ。今の俺は天に気を取られてる余裕はないんだ。まさか初めから勝つ気はない。あの子は命がけで修行をしているのか。命がいられたならば望み通り伝われない。なんとこの試合初めてゴン選手が武闘駒の攻撃を回避。さあこれが反撃開始の序章となるか。感じる。動きがわかる。今の俺にできること。これでまだ戦える。ウィングさんとの約束破ってゲゲ修行禁止ってちびちー。次回「ハンターハンター」2ヶ月お休み、念には念を。キルは付き合わせてごめん。探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい。短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に Wanna stay